どうも、ベトナム在住のうきちです。CL50 のね、クランクケース、問題点確認してね、これからちょっと加工屋に出したいと思うんですけども、その前に、どうなっているのか、お見せいたします。今回ね、エンジン開ける原因になったのはここですね。もういつまでもぐるぐる回ってしまうんで、もうネジ山がね、ダメになってしまいました。ここをね、直してもらってきます。ね、もう山がほとんどないです。これでね、こっち側はもう全ての場所が修正されてる状態ですね。全部真鍮部品埋められて、まあここだけね、真鍮部品はないんですが、なんせアルミ溶接で作り直してあるんでね、もう生き残ってるのはこのスタッドボルトのね、ネジ山だけですね。まあまあここは問題なく直せると思います。それとこれですね、オイルポンプをね回すシャフトグラグラだったんですが、これはね新品は手に入らないんですが、中古で程度のいいのを買ってきたらね、ほとんど隙間がない状態でまあ使えるんで、ここはね、加工はしないであくまでも部品交換でねやっていきます。それでだ、こっち側先に説明するか。ここにねワンウェイバルブがあるんですけども、中の部品がねないんですよ。なんでこれに関してはちょっと加工屋ともね話をしてみますが、もう穴を塞ぐしか方法がないと思います。でまあこれみんなやっちゃうんですね。ここに長いボルト刺してぶち抜いて反対側を壊してしまって、アルミ溶接で直してありますね。まあここは今回何もする必要はないと思います。でこっち側は終わり。反対側だ。クラッチ側はね開けるつもりなかったんですが、なんせここのネジ山がねバカになってて、前回も説明しましたが、ボルトをね叩いて潰してかませてあったんで、ここは直してもらいます。でそれ以外はね、チェックしていくと、もう一箇所ちょっとやばそうな感じのところがあったんで、ここもねもう直してもらいます。でそれ以外はね、まあこれは1,2,3,4箇所真鍮で埋めてありますけど、まあまあネジ山もね大丈夫みたいなんで、この2つを直してもらうだけかな。こっちもまあなかなか直してますよね。ここも真鍮入ってますし、反対側もね1,2 箇所かな、真鍮部品入ってるのは。まあこのネジ山はね全部これ、ダイスじゃないや、タップでね掃除してネジ山確認しましたんで、まあまあ見た目だけでの判断ですけどね、大丈夫だと思います。ちなみにねボルトの方もこのダイスでね掃除しておきました。まあまあこれで大丈夫でしょう。それじゃあねちょっと加工や、違った、もう一個あった、ベアリングだ。これねこっち側はまあ抜けちゃうんですよね。まあそれでもゆるゆるではないのかな。あら、逆に今は入らない。入ったかね。手で押せば抜けちゃうんで、これオイル漏れさせたくなかったんでしょうね。この外向きだけこのオイルシールがあるタイプでねつけてましたが、まあここはね普通のタイプをシールなしのやつをね、新しいの入れます。で、ちょっと緩いんですけどね、ここも加工はできるんですが、今回はね一回やった後あんのかな、ちょっと上側をね
センターポンチで何箇所か叩いて、それで穴を打ち尽くしてね、新しいベアリングを戻します。こっち側もね、ちょっときついと、これよりはいいのかな。反対よりはいいんだけども、押したら、抜けますね。抜けちゃうんで、まあここもね、センターポンチで叩いて、新しいベアリングを入れておきます。それじゃあちょっと加工屋に持っていきます。これね、直してもらってきました。今のお店はね、真鍮じゃなくって鉄で直してるんで、2箇所ですね、ネジ山直して、あと今回壊れた部分ですね、ここもね、やっぱり鉄のやつで直してもらってます。ね。で、どこだ？ここか。オイル通路がね、ワンウェイバルブがあったんですが、ここは塞いでもらいました。12ボルトのね、CDI 点火の時代の、なんだっけな、ここの棒あれをね、入れる場合は、やっぱりここを塞ぐみたいなんで、これで大丈夫だと思います。これをね、洗浄するんですが、その前にちょっと面だけ慣らしておきたいと思います。こいつからペーパーでね、こすっていって、前にオイル使ってたけど、多分ね、この潤滑スプレーの方がなんかいいような気がします。ガラスの上でね、軽くサンドペーパーでこすってみました。ちょっといくつかね、問題になりそうなところ、まあ、あれって言うんですか？ありますけど、これはね、もうちょっと平らにできないんで、部分的に液体ガスケット塗るしかしょうがないと思います。ここは確かにオイル滲んでたんだよな。まあまあいけるでしょう。それじゃあね、これ洗浄していきます。今回ね、エンジンの洗浄は前にも使ってるメタルクリーンなんですけども、液体もうね、何年前かに1回使って、そのね、汚れた液体を残しておいて、去年もう1回使ったのかな。で、今回3回目、またね、使い回ししてみようと思います。これアルミは6時間以内だったかな。今ね、もう午後2時であまり時間ないんで、そうですね、1時間半か2時間ぐらいつけたらね、取り出してしまいます。これまだね、1時間ちょっとしか経ってないんですけども、高圧洗浄機でね、洗ってみたいと思います。なんかもうすでにちょっと取れてる感じですけど、どうなってるかやっていきます。なかなかね、いい感じで取れてますね。もう一つも。こっちもね、いい感じで取れました。これね、もうちょっとつければ細かいところも取れるかもしれないんですが、もうちょっと夕方までにね、乾燥させて終わらしたいんで、これぐらいでやめときます。これね、つけてる時間は短かったんですけども、なかなか綺麗にできたと思います。ね、特に内側がいい感じになったんじゃないのかな。どうしてもね、細かいところとかは残ってしまってるんですが、まあこれだけ綺麗になればいいと思います。このね、メタルクリーン、なかなかの優れものですね。私は
今回は使い古し、3回目の液体ですけども、それでもね、ここまで落ちました。ちなみにこれ濡れてるのはね、例えばこことか鉄なんで、潤滑スプレー塗っておきました。これでね、準備は完成したんで、次回組み立てですね。それでは今日はここまでです。さようなら。なんかいつもと終わり方が違うぞ。